どうもババアです。白様です。今日もいい天気。サザエさん、カーリバ周辺も完全に秋景色になりました。今朝も寒かったしね。半袖 T シャツ着てる場合じゃないですよね。まだ半袖着てるの？衣替えがめんどくさくて。風邪ひくよババア。逆に寒風にさらして体を鍛えたら風邪をひきにくくなるかな。寒風摩擦理論で草。そういえばこの動画の公開予定日は10月の26日。撮影日のだいたい2週間後。ということでハロウィンメニューでも作っちゃおうかな。この間まで最高気温がどうとかニュースでやってたのに。時が経つのは早いですね。畑側の発作が存在感を増してきたな。あれ、イチジクの花？これは雑草のつるの花。草むしりしな。Alla, Kimo Fansa Kashira? チョロコさんのローリングサンダ Nandika Hisashi Bulini. ー。最近すこぶるご機嫌ですよね。Suzushiku Nakatashi Niko Lizamumo Oisishi. Akiwa Saikami. チョロコさんは秋が好き。と、メモメモ。Shoku Yokuno Akadamino. オールシーズンもりもり食べてますよね。Choto Shippo Soala Nadi. Moto Nadi Nasui. そういえば抜け毛のシーズンだけど、チョロコさんは全然毛が抜けないよね。American Cholo Heyo. あれ、そんな品種あったっけ？ Inashi Yoli Densho Sulu Tashizoku Elite Katuyo. ダッシュですね。Sir, Kazuku Lono Otashi. Niko Lizumu Kozakana Topingu Demo Tabiukashila. Kusai Waini. Fuwa. さて早朝パン生地こねよっと。今日はマシンでこねないんだね。前日から常温でオーバーナイト発酵させた生地です。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 65%。最近のパン生地は加水率少なめだね。成形の必要がある場合は加水率を少なめにしてます。それでは掃除でもしましょうか。よしひこ絶対掃除の時ここにいるよね。怖いんだか楽しんでるんだかよくわからないな。本日のおもちゃ返却タイムも塩対応。しれっとしてて草。気を取り直して卵でも買おう。本日も卵ゲットだね。世界よ、これが日本のハロウィンだ。誤解されるからやめて。帰宅したら再度パン粉ね。オーバーナイト発酵いい感じだね。そういえばまた富澤商店から小麦粉を購入しました。25キロ。業者かな。そして今回も送料調整でクランベリーを購入しました。クランベリーヨーグルト作り放題。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド、略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限ダイエットや糖尿病で血糖値コントロールをされている方のご参考になれば嬉しいです。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問、白様かっこいいなどいっぱい書いてね。さらにパン生地を発酵させていきます。ニンニク3房。こちらのニンニクを全部使ってトマトソースを作ります。ニンニクは皮を取りやすいようにレンチンしておきます。レンジニンニク臭で死ぬな。トマトソースの材料はこちら。しめじにバジルにトマト缶にピーマンに玉ねぎ。玉ねぎはみじん切りをしていきます。ババアの目も死ぬな。目が痛くなるからなるべく玉ねぎは使いたくないんだけど、どうしても今日のメニューには玉ねぎが必要です。ババア、目玉を犠牲に玉ねぎを切る。侍みたいでかっこいいですね。そうでもないけど。後半はほとんど目を閉じて玉ねぎを切ってました。だから危ないってちゃんと目開けな。玉ねぎに蓋したろ。ザルの使い方間違ってて草。しめじは丸ごと使ったろ。ソースなのに小さくカットしないの？
確かにトマトソースを作るんだけど、多分ソースが大量に余るから、余ったソースを使って旦那が夕方パスタを作ると思うんだよね。じゃあ清水はパスタの具材ってこと？パスタだったら固形の具材も入ってた方が美味しいだろうからね。ピーマンはソースとして使うので切り刻んでおきます。いつもランチ作りながら夜の分まで何かしら作ってるよね。あれ、ババア何やってんの？他の YouTuber さんたちがやってるみたいにニンニクをニョロって出したかったけどできなかった。ニンニクが出てくる映像気持ちいいよね。バズると思ったんだけどな。相変わらずガツガツしてて草。トマトソースの具材を炒めていきます。まずは玉ねぎとニンニクを炒めます。ニンニクを炒める時の香り最高かよ。食欲をそそりますね。そうしたらしめじをどっさり。今のところソース感ゼロ。カットトマトを入れてソース感を醸し出していきましょう。カットトマト買うの久しぶりじゃね？そうね、だいたいいつもトマト味はケチャップで代用してるからね。しれっと今合法パウダーとトマトケチャップ入ったな。味付けはそこそこ適当です。ウスターソースなんかも入れちゃったりして、あと醤油ね。こういうソース系って醤油を入れると締まるよね。塩と砂糖も少し入れました。ピーマンも全部入れちゃいましょう。なんか美味しそうに見えてきた。ハロウィンなのでバジル買っちゃった。ハロウィンと関係ある？まあ気分の問題です。バジルを数枚入れるだけで一気に風味が変わるよね。ちょっとイタリアン風味が増すよね。品数足りなさそうなのでウインナー足しとこう。ウインナーの扱い雑だな。本日もウインナーは茹で焼きでフィニッシュ。ノーマネーでフィニッシュみたいに言うな。これは何？これはお好み焼き風ソースです。ハロウィンなのに？パンにつけるソースを2種類作りたかったんだけど、トマトソース以外のソースが思いつかなかったんだよね。だからってお好み焼き風にするかな？さて皆様お待たせいたしました。ガス抜き動画でございます。またバズらせようと思ってるな。ガス抜き動画は気持ちいいですね。ハロウィン用のパンにするってことはお化けの形にするの？そうです。去年も作ったお化けの形なんだけど、今回は揚げパンにします。今回はオーブンは使わないんだ。お化けパンは形が特殊だからオーブンに綺麗に並べられないんだよね。二段焼きでも足りなさそうだもんね。今回は太っちょお化けとスリムお化けを2種類作るので、お化けも10体以上になると思います。単位を体にすると不気味さが増すな。みーちょさんも喉声で泣いています。食べ過ぎて胃がムカムカしてる時はああいう泣き方をします。やばいな、ゲーしちゃうんじゃない？そう思って警戒してたけど、今回は大丈夫でした。ピーチは見かけによらずたくさん食べるよね。さてそれではパン生地を分割していきます。まずは太っちょお化けを4体。そういえば去年はかぼちゃとか作ってたけど今回は作らないの？オーブンで焼くならかぼちゃパンも作ったけど、揚げパンとなるとね、そこそこ平たいパンじゃないとちょっと難しいよね。だからせめて本物のかぼちゃを買ってかぼちゃスープでも作ろうかなと思ったけど、今日はお店に売ってなかった。ハロウィンなのにかぼちゃ売ってないの？田舎はハロウィンなんて関係ないからね。さて16体分のお化け生地を丸めました。だからタイっていうのやめて。それではこのパン生地をお化けの形に成形してまいりましょう。綿棒で軽く生地を伸ばしてたけど、結局手でビタンビタンした方が早かった。ババアのいつものスタイル。そうしたらキャップの蓋なんかを使って目と口の穴を開けていきます。ちょっとお化けらしくなってきた。お化けの悲痛な叫びをご覧あれ。アップにするとちょっとキモいな。そうしたら縦に伸ばしてムンク風に整えてやりましょう。めっちゃ叫んでる。4体とも同じように目と口を作ったらこちらを上げていきます。タイって単位がしっくりくるようになったな。目玉と口も上げたろ。これはこれで美味しそう。太っちょお化けも油に入りました。なんかめっちゃ怖いんだけど。去年はオーブンで焼いたけど、このお化けパンに関しては揚げた方がもしかしたら楽かもしれない。太っちょパンがどんどん太っちょになっていく。いい色に焼き上がりましたね。なんかちょっと可愛いな。それではお化けをどんどん量産させましょう。
ちらは太っちょお化けとスリムお化け。スリムパターンもあるんだ。スリムお化けの目と口は小さい型が見当たらなかったので指でほじくっちゃいました。だからメガネを外した時の弁蔵さんみたいな目になってんだね。キテレツ大百科を持ってくるあたりさすがですね、白様。さて、ドライクランベリーで早速クランベリーヨーグルトを作りました。これ絶対美味しいやつ。クランベリーヨーグルトの上に生クリームをニョロニョロっと絞って、カロリーマシマシだね。お化けぶっ刺し。ここにもお化け？今日はハロウィンだからお化け尽くしですよ。なんかドラム缶風呂に入ってるみたいで草。サラダもソースもできました。ということで、ハロウィンの揚げ揚げパン。お化け襲来してきてるじゃん。ということでいただきましょう。なんかそこそこにいい感じでハロウィンメニューになってるな。太っちょお化けめっちゃ可愛いな。ババアは今日もベジファースト。お化けの誘惑にも負けずにお野菜からいただきますよ。トマトソースがテーブルにこれだけしか乗ってないってことは残りは全部パスタソースになるんだね。そのつもりで大量に作ったからね。それではお化けを一体拝借。一体っていうのやめて。ちょっとゆらゆらさせちゃったりして。思いのほかうまくできたからババア喜んでんな。さてね、このお化けパンなんですけど、お化け関係なくめっちゃ美味しかった。まあ形がお化けってだけだからね。トマトソースもニンニクがバリバリに効いてて美味しかったし、意外なことにね、この即席で作ったキャベツたっぷりのお好み焼き風のソース、これが本当に美味しかった。キャベツの千切りが入ったソースってなかなかないよね。このソースはね、パン以外でも普通にご飯にのせて食べても美味しいんじゃないかと思った。ほぼほぼお好み定食じゃん。揚げパンだから外側はサクサクなのに中もっちり。クランベリーヨーグルトと生クリームと一緒に食べてもめっちゃ美味しかった。揚げパンスイーツ美味しそうだな。旦那氏も夕方まで残そうと思ったら美味しくて全部食べちゃったって言ってた。ということで美味しかったです。さようなら。バイバイ。